皆さんこんばんは、立花遥です。本日はですね、社交ダンスのドレスを手洗いする方法を今回はご紹介していきたいと思います。はい。結構知らない方が多いんですけど、社交ダンスのドレスって着たその次の日とかもう早いうちに洗わないとどんどん劣化するんですね。で、どういう仕組みかっていうと、汗がたくさんついていますと。で、その汗が蒸発した時に塩分が残ります。で、その塩分のせいで品質がどんどん悪くなっていったりとか、あとはですね、空気中の酸素と結びついて酸化が進んで石がすごく取れやすくなります。このこと私昔知らなくて、大学の競技舞踏部に入っていた時は先輩から陰干ししていれば大丈夫みたいな話を聞いてたような気がするんですけれども、結局陰干ししてたんですが、石がですね、本当にボロボロ落ちてきちゃって、もうすぐストーンメンテナンスしないといけないような状態になってしまったんですね。で、それの原因っていうのがちゃんと洗わなかったことによって酸化して石が剥がれやすくなってしまったりとかしていたというふうなことがプロになってから分かったんです。なので今回動画を見ている皆さんにはしっかりと大切なものですからちゃんと管理していただきたいので、手で洗う方法を紹介していきたいと思います。ということで早速洗い方を紹介していきたいところなんですけれども、洗う前に注意することが2つあります。まず1つ目ですね。1つ目なんですけれども、手洗いしていいドレスと手洗いしてはいけないドレスがあります。例えば色が抜けやすいフリンジを使っているといった場合とか、この生地は悪くなりやすいからちゃんと専門の人に頼んでくださいっていうものを使っていたりとか、そういうのはですね、ドレスを買ったところのドレス屋さんにしっかりと聞いて、これは自分で手洗いしていいのかどうかをしっかり確認する必要があります。じゃないと洗っている最中にどんどん色が抜けてしまって、最初に作った時の色と全く違くなってしまったり、そういったことも起きえますので、必ずこれは買った時にドレス屋さんに確認をしてください。そして注意すること2つ目ですが、絶対に洗濯機は使っていけません。はい、洗濯機でウィーンって回すなんていうのはもうもってのほかです。ドレスがすぐ悪くなってしまいます。皆様がお持ちのドレス何万円とか何十万円とかするわけですよね。そういったものを洗濯機で洗うっていうのはもう本当にドレスにとって良くないことですので、まずちゃんとドレス屋さんに洗っていいのか確認する。そして手洗いが OK なんだったら丁寧にしっかり手で洗ってあげましょう。これがとっても大事です。洗う前に必ず確認してみてください。そしてですね、ちらっとお話ししたんですけれども、クリーニング業者さんがあります。普通のワイシャツとかそういったなんか一般的なお洋服をクリーニングする業者さんとはまた違ってですね、ドレス専門のクリーニング屋さんっていう風なのがございます。自分で洗うのが不安な場合にはそちらに発送して洗ってもらうという風なこともおすすめです。専門の業者さんに洗ってもらいますと生地も傷みづらいですし、しっかり丁寧に洗ってもらえます。料金はですね、およそですね1着1万円前後ぐらいだと思います。生地の量とか、素材とかにもよるんでしょうけれども、大体そのぐらいの値段だと思うんですね。クリーニングっていうのはそのぐらいお値段がかかるので、皆さんドレス作ったらいろんな方にレンタルすると思うんですけれども、レンタルから帰ってきたらドレスクリーニング屋さんに出しに行ってドレスをしっかり洗ってもらったりとか、あとは自分で今から私みたいに手洗いをしっかりしたりとか、そういったケアをすごくしなければならないんですね。なのでレンタル代っていうのは、ちょっとお金がかかることもあるんですけれども、それはこういった手間とか、あとはやっぱり1回切って1回洗うとですね、傷むものは傷みます。ある程度はどうしてもそこは仕方がないです。どんなに丁寧に使っていても。なのでやっぱり1回1回どんどん悪くはなっていくものなので、すごく大事に使ってほしいですし、劣化しないようにちゃんとドレスを着終わったらタオルで汗をしっかり拭き取るとか、早めに陰干しをして返す時はすぐ返すといったことをしていただけると本当にありがたいです。一着一着ね、何十万何百万のドレスっていうこともありますので、とっても高価なものですので、そういったケアを持っている人がしているんだということを踏まえた上でドレスを借りて着てみてください。ということで、まず前置きはここまでにしておいて、早速ドレスを洗っていきたいと思います。はい、それでは早速ドレスを洗うのに必要なものを紹介していきたいと思います。まず1つ目は、じゃん、洗いたいドレスです。こちらはですね、私が昨日大会で着用したドレスでございます。
汗がついているので、当日はですねタオルで拭き取って汗がなるべく残らないようにケアをしている状態です。こちらを今日は洗っていきたいと思います。そして2つ目です。じゃん、エマール、こちらでございます。エマールでも何でもいいんですけれども、普通のお洋服に使うような普通の洗剤って言ったらいいの？なんて言うんですかね。はい、そういった洗剤ではなく中性洗剤を使うようにしてください。さあ、それではここからはプラスアルファであったらいいなと思うものを紹介するんですけれども、まず1つ目がじゃん、こちら歌丸石鹸でございます。知ってますか皆さん。こちらはですね、ドレスのファンデーションとかセルフタンニング、肌を染める塗料ですね、こちらをついているものを落とすのにぴったりでございます。これがあれば正直何でも汚れは落ちると言っても過言ではないぐらいです。この歌丸石鹸本当におすすめです。東急ハンズとかにも売っているのでぜひ買ってみてください。そして最後に必要なのがこちら、はい、たらいです。たらいがあるとね、お水を溜めたりとか洗うのにすごく便利なので、こちらを使っていきます。はい、ということで洗うのに必要なものが揃いました。ここから早速洗っていきたいと思います。では行ってみましょう。イエイ。必要なものを一つ言い忘れてしまっておりました。こちら、でん、バスタオルも必要です。バスタオル、後で拭き取るのにすごく大事ですので、ぜひ用意してください。なので必要なものはドレスと中性洗剤とバスタオル、そしてあとあればたらいと歌丸石鹸でございます。すいません、紹介し忘れました。はい、ということでお風呂場にやってきました。まず最初はたらいに水をためましょう。はい、水がある程度溜まったら止めます。ちょっと画角が難しかったんですけど、こっちに変えました。はい、ということでここに洗っていくドレスを入れます。ザファン、はい、こんな感じ。ちょっと水が足りなかったので足します。ちなみにこちらのシャワーヘッドをつけてるこのシャワーヘッドをかけるところはですね、ニトリのマグネットで取り外せるやつですね。場所変えれるのでこれすごいおすすめです。はいはい、ということでお水をパンパンに入れたら、あとはアクセサリーも入れていきます。これ片手で入れるの大変だな。こんな感じでアクセサリーも入れていきます。お水はぬるま湯がいいと思います。はい、こんな感じで、アクセサリーも入れちゃいます。よいしょ。はい、入れます入れます。今回使ったアクセサリーですね。こちら全部入れていきます。はい、そしてこの状態で一旦30分ほど待ちます。なんか前にドレス屋さんには半日ぐらい待ってみてくださいって言われたんですけど、私はいつも30分で済ませています。詳しくご存知のドレス屋さんいらっしゃいましたら、ぜひもう一度教えてください。はい、ということでこのまま待っていきます。危ない危ない、洗剤を入れるのを忘れてました。ということで今から洗剤を入れていきます。片手で作業するの難しい。こぼれた。はい、ということで、適量入れます。で、これをシャパシャパと出すわけですね。はい。たらいが何リッターかによってね、洗剤の量も変わると思いますので、お水の量に合わせて洗剤を入れてあげてください。ほら、もうこんな感じで入れ始めた途端にすぐお水が茶色くなってきてる。すごい。そうなんですよ。しばらくね、つけ置きするとお水が真っ茶色になるんですね。はい、ということでここから洗剤を入れた状態でしばらく待ってみたいと思います。ということで30分が経ちました。ちょっとお水の様子を見てみたいと思います。結構汚れてますね。もうドロドロです。はい、そしたらまずですね、このお水を1回捨てます。1回捨てた後にしっかりすすいでいきましょう。よいしょ。取ってから、わー、真っ茶色でございますね。これあれですよ、肌に塗ってる塗料の茶色でございますね。はい、これを流します。はい、そしてもう一度お水を張ります。はい、もう一度お水を張ったらそこにまたドレスを入れていきます。ドレスとアクセサリーを入れていくと。で、またこうやって洗っていくわけです。で、私はもうこういう時は細いのがあると洗いづらいので、もう先にアクセサリー類を洗っちゃいます。
すごい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 汚れが出る。これ動画で見てるよりも実際の方がすごい茶色の液体が出てきています。はい、ということで再びお水をためたんですけれども、こういう内側のところにですねついてるこの茶色の汚れ、これは私の体についていたファンデーションでございます。ボディファンデーションセルタンでございますね。こちらにですねこの歌丸石鹸を使うとめちゃくちゃ綺麗に落ちます。ちょっと片手でやりづらいんですけど、本当はちょっと土台のドレスをですね手で持った状態でゴシゴシゴシとこうやってこすっていきます。うわ、今すごい状態。内ももでカメラを挟んでドレスを洗うという荒技に出ていますなかなか大変な作業ですが、こうやってゴシゴシゴシっとですね洗っていくと、分かりますかね、ほら薄くなるんですよ。この作業を何回も繰り返すとすごく綺麗になります。ちょっと繰り返していきますね。カメラ持ったままだと、カメラを足に挟んだままだと大変なんで、ちょっとうまくやっていきます。ちょっともっとやってみたいと思います。こんな感じでこれをですねゴシ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 っとしていくわけでございます。こんな感じで、ほらめちゃめちゃ綺麗になるんです。こんな感じでお水に浸したりしながら洗っていくと、ほら綺麗になった。ということで気になるところはですね、この作業を全部続けて洗っていきます。ほらもうさっきとは全然大違い、すごい綺麗になりました。こんな感じで随分綺麗になりましたね。はい、でこのお水の白濁茶色の汚れがなくなるまで、あとはもうすすいでいきたいと思います。さあすすいでいきますよ。お水をドレスを抜いてお水をつけると、でまたここにお水を張って、そこにドレスを入れると。なるべく洗剤のね洗い残しがないように気をつけていきましょう。またちょっとほらだんだん色が薄くなってきましたね。はい、これをまた捨てます。だいたい 3,4 回ぐらいすすげば綺麗になるんじゃないかなと思っております。このカットもねちゃんと洗います。あとはドレスの肌に当たる部分の中の方とかね、こういう太ももの付け根のところとかもね結構汚れやすいので、こういうところもすすいでいきます。お水がもう随分綺麗ですね。あと1回のすすぎで終わろうと思います。はい、またお水を張って、はい、ということで多分これがラストのすすぎになると思います。もうだいぶすごい綺麗になりましたね。よし OK で、お水の状態はもう最後こんな感じ、綺麗ですね。お水を捨てて、最後、はい、たらいの上でですねちょっと押してあげて水気を切ります。でちなみになんですけれども、石とかこういうのどうしても洗ってると多少は取れてしまうんですよね。でこのまま水道に流してしまうとですね、お家を退去するときに水道に石が詰まってましたっていうので退去料金かさ増しで請求されることがあります。排水溝にネットなどしておいて、石が流れないようにちょっと気をつけてね、後でちゃんと拾いましょうね。よし、お水だいぶ切れたかな。これでちょっと一回水気を切ります。よし、ここからそしたらバスタオルにドレスを、洗ったドレスをこうやって出して、はい、敷きます。こんな感じで、このままだと水切り全然足りない状態ですので、これをですねこんな感じで巻いていきます。ドレスをバスタオルに巻いて、優しくこうやって水気を拭き取ってあげてください。こんな感じ。そう、あまりこすったりはしないで押して水を取るといった感じですね。そうするとドレスからの水気が結構取れます。アクセサリー類も同じ。アクセサリー類もタオルに挟んで水気をしっかり取ります。はい、ということでこんな感じでここからドレスを出していきます。で、はい、ドレスこんな感じでピッカピカになりました。イエーイ。これを今から干していくんですけれども、伸びるのがちょっと怖いなっていう方は平置きで干すのがおすすめです。なんか平置きできそうな、なんていうか、なんかこういう棚とかお持ちの方は平置きで干すと伸びにくいのでいいと思うんですけれども、私はちょっとそういったアイテム持っていないので、ちょっと干していきたいと思います。
はい、ということでドレスを干していくんですけれども、私の乾かす時の超おすすめアイテムをご紹介します。それがこちら。でん。日本が誇るシャープのですね、プラズマクラスターでございます。はい、こちらのプラズマクラスターですね、めちゃくちゃ性能がいいです。モードが乾燥と消臭ってあるんですけれども、もうこれを使ってからお部屋の中で干したとしても絶対に生乾きの匂いがしない。だし除湿力がすごい。だしすぐ乾く。プラズマクラスターめちゃくちゃおすすめです。ドレス乾かすときはいつもこれを炊いて乾かしています。で、これの上に、じゃん、私のお家は、はい、これですね、輪っかがあって干すのをかけるところがあるので、こちらにかけていきます。この吊るし紐があるので、吊るし紐をかけて、これが肩紐伸びるの防止の輪っかですね。このまま干します。よいしょ、こんな感じで、ここからプラズマクラスターをオンにします。はい、ということで動画撮影を始めてから思ったより長い時間がかかってしまいましたが、所要時間はですね、だいたい最初の準備、10分ぐらいかな。で、そこから30分つけ置きして、その後流してすすいでなので、だいたい1時間ぐらいあれば終わると思います。こんな感じで洗うと綺麗にドレスを保つことができますので、ぜひ皆様手洗いでやってみてください。必ずドレス屋さんに確認してみてくださいね。はい、ということで本日の動画はここまでになります。ぜひ皆様チャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。